これは体験者やその知人から直接聞いた実話怪談である。団地の獣臭。体験者 A さん、60代男性。今から30年以上前、僕たち夫婦が新婚だった頃の話です。当時、僕の住んでいた地方では山を削って新興住宅地の造成が進んでいて、そこに新築の市営団地が建つことになりました。新築だし、部屋数も多くて家賃も安い。応募が殺到して抽選になったのですが、なんとか当選しまして、結婚と同時にその団地に入居できることになったんです。全部で5棟建つ計画の団地で、僕が入った頃はまだ3棟しか完成していませんでした。残りの2棟はまだ工事中。入居には半年の猶予が設けられていて、当選した人たちがその期間の中でバラバラに引っ越してきました。僕が住んだのは2号棟の2階でした。最初のうちは休みの日になるたびに引っ越しのトラックが来ていたんですが、しばらくするとそれも落ち着いてきて、ああ、もう引っ越しもだいぶ済んだんだな、と思っていました。仕事は忙しいながらも大きな問題もなく、半年ほどが過ぎたある休日のことです。妻にベランダの掃除をしてほしいと頼まれ、僕が掃除をしていたら、下からオーライ、オーライって声が聞こえてきたんです。見たら、向かいの3号棟の駐車場に引っ越しのトラックが入ってくるところでした。このタイミングで入ってくる人がいるんだ。のんびりしてるな。眺めていたら、トラックから引っ越し業者が3人降りてきて、3号棟の階段を上がっていきます。そして3階の階段すぐ横の部屋の前に立ってインターホンを押しました。中から女性が出てきて何か短いやり取りをして業者が中に入っていきました。しばらくして3人が段ボールを抱えて出てきたんです。あれ、引っ越してきたんじゃなくて出ていくんだ。団地の入居が始まってまだ半年。いくらなんでも早すぎないかと見ていると妻に話しかけられました。何してんの？掃除やったの？いやいや、ちょっと見てごらん。あそこ、3号棟の3階の部屋、引っ越していくよ。引っ越す？みんな来たばっかじゃん。いや、見てごらんよ。あ、ほんとだ。なんでだろうね。なんか、いろいろ事情でもあったのかね。その時、僕らが考えたのは、ここは市営団地ですから、対の住処にする人はあまりいないだろう、ということでした。例えば、新築の家を建てている間だけ、腰掛けで入る人もいたのかな、と。それからまた半年ほど経ち、子供も生まれて慌ただしい毎日を送っていたある日、
僕が仕事から帰って夕食を食べていたら、こんな話になりました。あなた、半年くらい前に3号棟の部屋で引っ越しがあったの覚えてる？ああ、あったね、そんな話。今日ね、洗濯物を干してたら、また引っ越しのトラックが入ってきて、そこの人が引っ越していったんだよ。嘘。本当にあの部屋？そう。あそこからまた荷物を出してた。あの部屋に誰かが入っていたことすら僕らは知りませんでした。忙しくて全然わからなかったんです。多分、隣か上の部屋に変な人がいて、壁をどんどん叩かれたり、うるさかったんじゃないか。それとも、急に実家に帰ってこいって言われたのか。その程度の話をして、この時も終わったんです。さらに、数ヶ月経ち、工事中だった2棟も完成して、5棟すべてが揃い、団地の中に小さな公園もできました。妻も子供を連れて公園デビューして、そこで遊んでるうちに、ある奥さんと仲良くなったんです。愛さんという方でした。すごく明るい奥さんで、子供もうちと同じ。1歳になったかならないかくらい。旦那さんもいい人で、家族ぐるみで仲良くなりました。今度の日曜日、愛さんがうちに遊びにおいでって言ってくれたから行こうよ。ある時、妻に誘われ快諾しました。そして、ここで初めて僕は、そういえば愛さんの部屋ってどこ？と聞いたんです。妻の顔が曇りました。3号棟のね、引っ越しが続いてた部屋。内心、あそこか、と思ったんですけど、なんだか顔に出しちゃ悪いなと思って。ああ、いいじゃない。行ってみようよ。って答えました。日曜日、子供を連れて3人で愛さんの部屋に行きました。いつもベランダから見ていたあの部屋の前に初めて立ったわけです。インターホンを押すと奥さんが出てきて、あ、上がって上がって、同じ部屋だけどね。なんておどけて言いました。同じ団地ですから、間取りは全部うちと一緒。玄関があって、すぐ正面に和室。右手に洋間。左に廊下が続いていて、奥にリビング。その隣にもう一つ和室がある。じゃあ、お邪魔します。でも、入ってすぐ、僕らの部屋とは違う、強烈な異変に気づきました。ちょっと、臭いな。家の匂いって、それぞれの家にあるじゃないですか。だけど、そういうことじゃない。すごく、動物臭かったんです。獣臭い、と言った方がいいのかな。例えるなら、犬小屋の中を覗いた時の
あの強い獣臭です。それが玄関を入ってすぐ鼻についた。でもまさか人様の部屋でそんなことは言えません。団地ですから動物も飼えません。何の匂いだろうな。表情には出さず、リビングまで行くと、開け放してある窓に目が行きました。この3号棟は5つの棟の中で一番山側にあって、すぐ横がもう山という場所に立っています。それで、ああ、山の匂いかな、と思いました。夕飯も一緒に食べようと考えていたものの、1時間ほどで子供がぐずり始めたので、仕方なく帰りました。そして子供の寝かしつけを終えた妻がすぐに話しかけてきました。ねえ、愛さんのうち、なんか臭くなかった？はあ、臭かった。わかった。わかったわかった。なんかすごく変な匂いしたよね。動物っぽい匂いじゃなかった？ああ、そうそう。そんな感じ。でも動物なんて飼ってんのかな？いやー、愛さんはそんなことしないでしょう。そうだよね。子供もいるし。なんだろうね。山が近いからかね。本当は山の匂いがそんなものじゃないのは僕らも知っています。1週間後の日曜日、朝からかなり強い雨が降っていました。この日僕は特に用事もないし、一日寝ていようと決めていました。それなのに、ピンポンとインターホンが鳴ったんです。時計を見たら朝の5時過ぎ。うわぁ、こんな早くに誰よ。無視していたらまたインターホンが鳴り、妻を見たら寝ていたので仕方なく僕が出ました。少し不機嫌に、どちら様と言ったら、すみません。私、朝早くに。と、聞き覚えのある声が聞こえました。愛さんだったんです。あ、ごめんなさい。今すぐ開けます。慌てて玄関を開けたら、奥さんがうつむいたまま、ずぶ濡れで立っていました。いつもの明るい奥さんとは別人のようです。どうしたの？何かあったの？それがね、旦那がね、旦那がね、そう言って泣き出したんです。直感的に、これは旦那さん、浮気か何かがバレたんだな、と思いました。いいです、いいです。上がってください。何事かと妻も起きてきて、奥さんをリビングにあげ、タオルを渡してお茶を出したところで、奥さんは、こんな話、誰も信じてくれないと思うんだけど、と前置きをして、
何があったのかを話し始めました。それは本当に信じられないような話でした。昨日の夜、愛さんの旦那さんは玄関横の洋間で一人で寝ていました。いびきがうるさいから奥さんと子供は和室に布団を敷いて寝る部屋を分けていたそうです。夜中、旦那さんはトイレに行きたくなって目が覚めました。時間は夜中の2時か3時くらい。外は相当な雨でした。部屋の引き戸をガラッと開けると、目の前に廊下があって、その先にリビングが見える。リビングのすぐ外は駐車場で、オレンジ色の街灯の明かりが入ってきて、部屋の中が薄ぼんやりと見えていたそうです。その薄明かりで、リビングの椅子に座る奥さんの背中が見えました。何やってんだ、こんな夜中に。おい、どうした？声をかけながら近づきましたが、ただ下を向いてるだけで動かない。何してんだよ、こんなところで。奥さんがくっと振り向きました。全然知らない女だったんです。旦那さんは驚いて後ろに飛びのき、そのまま四つん這いで奥さんの寝ている和室に飛び込みました。奥さんからすれば夜中にいきなり旦那さんがものすごい勢いで部屋に入ってきたわけです。何事かと思ったら旦那さんが、女がいる。知らない女がいる。と言って布団に伏せてしまいました。知らない女がいると聞いて、最初奥さんは泥棒が入ったと思ったそうです。こりゃいかんと、怖さよりも先に体が動いて、電気をつけながら部屋中を見て回りました。でも、女なんていません。旦那さんのところへ戻り、誰もいないよ、と伝えました。もう俺は、ここにはいられない。ダメだ。すぐ出る。そして本当に、取るものも取らず、詳しい話も聞かせてくれないまま、真夜中に奥さんと子供を車に乗せて、隣町にある旦那さんの実家へ向かってしまったそうです。実家のご家族が驚いてる中、旦那さんはビールをガーッと飲んでいます。さすがにただごとじゃないと感じていた奥さんが何があったのか聞くと、ようやくさっきの女の話をしてくれたんです。それを聞いて奥さんは意外なことに、ああ、やっぱりな、と思ったそうなんです。というのも、引っ越してきた時から誰もいない部屋でガチャガチャと音がしたり、誰かにじーっと見られてるような気配を奥さんはずっと感じていたと言います。それを旦那さんに訴えても、気のせいだよ、と全然取り合ってもらえなかった。そんな中で旦那さんの口から女の話を聞いたとき、妙に納得してしまったそうなんです。
昨日の話をし終わって、奥さんは言いました。それでね、ごめんなさい。取るものも取らずに出てきちゃったから、子供のおむつもミルクも全部部屋に置いてきちゃって、取りに来たんだけど、怖くて、一人じゃ部屋に入れないの。一緒に来てもらえませんか？僕は正直、ふわーと思いましたが、これはしょうがない。じゃあ、行きましょう。奥さんと二人で、あの3階の部屋へ行きました。中は普通でした。なんともありません。でも相変わらず、あの匂いが鼻につきます。奥さん、ごめんね。こないだお邪魔した時から思ってたんだけど、なんか動物って飼ってる？やっぱり匂います。私も入った時からすごくこの匂いが嫌で、動物の変な匂いがするなと思ったんだけど、山とか地形がこうだからなのかなって。でも、やっぱり匂うんですよね。すごく匂う。ごめんね。僕は動物を飼ってるんだと思ってた。いや、飼ってない。飼ってないです。荷物をまとめて部屋を出ました。ありがとうございました。多分、うちの旦那はもう引っ越すって言うと思う。いろいろお世話になりました。その後、旦那さんと二人で挨拶に来て、愛さん一家は団地を出て行きました。引っ越しの前に奥さんが、今回あったことを住宅の管理の人に言ってもいいかなと聞いてきたので、僕は絶対に伝えてくださいと答えました。その後のことは僕らが直接見たわけではありません。ただ、3号棟の住人たちからこんな話を聞きました。ある日、あの部屋に神主さんが入っていったそうです。その神主さんが言うには、ここは山を削って作った団地だから、動物の霊がこの部屋を通り道にしていた、と。部屋の前に塩を置いてお祓いをしていたそうです。動物の霊の通り道。それであの匂いがしたのか。なんとなく腑に落ちました。ただ、愛さんの旦那さんが夜中に見た椅子に座っていた女。あれが何だったのかはわからないままです。僕らもその後、団地を出てしまったので、あの部屋がどうなったのか、詳しいことはわかりません。今でも、その団地はあります。皆さんから聞いた怪談が一冊のホラー漫画になりました。誰にでも起こり得る実話怪談の世界をお楽しみください。そして、あなたの怪談が本や朗読動画になるかもしれないイベントを全国各地で開催中。10人以下で怪談を語り合う楽しい会で、
参加費は無料です。参加者には特製キーホルダーをプレゼントしています。8月は鹿児島、9月は東京でやります。概要欄の応募フォームから申し込んでください。不動産屋の夫。Y さん、40代、女性。不動産業界の人間は不思議で怖い体験をしても心霊現象とは捉えません。事故物件や説明のつかない現象に慣れすぎてしまって、いい意味で感覚がバグってるんです。だから大抵のことは気のせいか、ちょっと不思議なことで片付けてしまいます。今はもうやめてしまいましたが、私はそんな不動産業界で働いていました。ちなみに私の夫は現役です。夫は霊感もありませんし、やはり心霊現象も信じていません。ただ長年、いろんな土地を回って、それなりにそういった経験もしているので、信じている人を馬鹿にすることは決してありません。俺は自分に見えないものは信用しないだけというスタンスの人です。これはそんな夫が体験した話です。数年前、秩父の山奥に住んでいるオーナーさんに急ぎで土地に関する書類を届けることになりました。都内に土地を持っている方でも引退して地方に住んでいるオーナーさんは多いものです。こういった場合、基本は2人か3人の体制で伺います。契約やお金が絡む場面では、1対1では何が起こるかわからないからです。個人間で変な利害関係や詐欺被害がないよう、必ず見届ける人を間に入れるんです。世の中には地面師のように土地を狙った事件も実際にありますからね。でもこの日は急遽届けることになったのと、相手は過去に何度かお付き合いのあるオーナーさんだったこともあり、例外的に夫が一人で行くことになりました。急いで夫は会社の車に乗り込みました。実はこの車のシステムがすごいんです。今の車用車は誰がどこを運転してるのか、全部本社にチェックされています。ブレーキを何回踏んだか、どれだけスピードを出したか、そういうデータも全部本社に送られる。スピードを出しすぎると警告が来ます。車内には運転席の方を向いたカメラもついていて、瞬きが増えると、眠気が来ています。車を止めて10分休んでください。といったようなアナウンスも流れます。さらには座席にかかる重さで何人乗っていたかというデータまで残るそうです。夫は、この車、自分の運転が全部本社に筒抜けだから嫌なんだよなぁ。と思いながらも仕事なので仕方なく、その車に乗って秩父へ向かいました。オーナーさんのお宅はかなりの山奥でした。ずいぶん田舎でほとんど家もない山道を進んでいったそうです。到着し、
書類は問題なく届けられました。あとはもう帰るだけ。帰り道に峠を走っていた時でした。いきなり車内にアナウンスが流れたんです。助手席の方がシートベルトをつけていません。シートベルトをつけてください。もちろん夫は一人で乗っています。助手席には誰もいません。でもこの車は助手席にシートベルトをつけていない誰かが座っている。そう感知しているということです。さすがに怖くなり、心霊現象を信じない夫も一旦車を止めました。そして近くのコンビニを調べ、峠を少し下ってそこで停車し、タバコを一本吸って気持ちを落ち着かせました。俺は今日疲れてんだ。そうやって自分を納得させてから帰ったそうです。その日の夜、この話を聞いた私は、いや、それは霊だよ。と夫に言い、実際はどうなったのかがどうしても気になりました。せっかくあの車には車内カメラがあって、さらに何人乗ったのか、体重のデータも残っている。だったら確かめられるじゃないですか。夫に頼んで何か映っていないか、総務に調べてもらったんです。結果は、あの日、あの車に乗っていたのは、夫一人だけ、ということでした。おかしなものは何も映っていなかったようです。夫は、俺のカバンが重かったんだよ。助手席に置いてたからね。とうなずいていました。でも、人が座った重さとカバンの重さは違いますよね。ましてや、あの日のカバンに入っていたのは書類だけなんですよ。夫にとってはあくまでちょっと不思議なことなんだそうです。ちなみに、そんな夫の会社には少し変わったデータファイルがあります。不動産業者が物件を扱うとき、必ず部屋の中の写真を撮るんですが、その写真にたまに何かが写ってしまうことがあります。そこまではまだいいとして、この会社、パソコンの中にそういう何かが写ってしまった物件の写真だけを集めたファイルがあるそうなんです。もちろん、一般のお客様の目に触れることはないはずですし、何のために集めてるのかはわかりません。私は興味本位で、ちょっと見てみたいと思ってしまうのですが、夫は堅くなに見ないと決めている人でした。ところがある日、会社のパソコンで何かをクリックした拍子に、そのファイルを開いてしまったことがありました。その瞬間、夫はパソコンの電源を全部引っこ抜いたそうです。夫はこのファイルについてこう言っていました。俺は絶対に見たくない。一回見ちゃったら心理的にいるのかもと思っちゃって、その物件を案内できなくなるからさ。
深夜の配送業。体験者 M さん、40代男性。僕は昔、トラックのドライバーをしていました。深夜2時から閉店後のスーパーに入って、夜のうちにパンを納品して回る配送ドライバーというやつです。この深夜の配送という仕事、夜のスーパーでたった一人で作業するので結構怖いんです。短い話で言うと、店内で作業中に耳元で、ふふと女の笑い声が聞こえた、なんて経験もあります。回る店舗は1日に8件ほど。その中で僕が特に怖い体験をしたのは、ある系列のスーパーに配送しに行った時でした。店舗はバラバラですが、何かが起こるのは、その系列店が多かったんです。いつからか僕は怖すぎてイヤホンをして音楽を聴かないと作業できなくなりました。今日はそのきっかけとなった体験を3つお話しします。ご存知だとは思いますが、スーパーにはお客さんが出入りする表口と、店のスタッフや僕ら配送スタッフが使う勝手口があります。その日、僕は配送作業をするため、ある店舗の勝手口を開けました。すぐ目の前に従業員用のトイレがありました。ここは警備員が24時間いるわけではなく、夜になると警備会社のセンサーが作動してるだけなんです。なので入るときに一度警備のセンサーを切って、帰るときにまた作動させなければなりません。そして僕がセンサーを切ろうとした瞬間、トイレの中からノックの音が聞こえてきたんです。センサーが作動したままの店内に人が残っていられるはずがありません。それなのに、ノックの音がすぐ目の前から聞こえ続けてるんです。コン、コン、コン、コン。と、4回鳴ってピタッと止まる。しばらくすると、また音が鳴る。それがずっと繰り返されてるんです。人であるはずがない。そう思うと怖くて、僕はセンサーを切って、急いで納品作業を終わらせました。でも帰るとき、再びセンサーを作動させるには、中に人が残ってるかどうか、必ず確認をしなければいけません。嫌でしたが、トイレの前まで行って声をかけました。誰かいますか？反応はありませんでした。僕はこの時、どうしても中まで確認することはできず、そのまま店を出ました。同じ系列の別店舗でこんな体験もしました。納品をしていると、突然、パーンという音が店中に響き渡ったんです。店内とバックヤードの間にある穴を押して開くタイプの扉を誰かが思いっきり叩いたような音でした。その直後、うわ
男の叫び声がしたんです。明らかに店内で聞こえました。苦しんでるというより、こちらを驚かせるために張り上げたような絶叫。一瞬、体が硬直しました。侵入者がいたら大変です。どれだけ怖くても確認しなければいけません。店内をくまなく探しましたが、誰もいませんでした。また別の店舗での話です。僕たちは深夜に勝手口から出入りするので、日中お客さんが使う正面の出入り口は使いません。ある日、夜の売り場に入った瞬間、正面の出入り口の外にある防犯用のセンサーライトが点灯しました。何かいるのかな。まあどうせ野良猫かなんかだろう。これまで一度もついたことはありませんでしたが、これは店の外で起きてることですので、僕が確認する義務はありません。その日は特に気にしませんでした。ところがそれから毎回、その店舗に行くたびにセンサーライトがつくようになったんです。何回も続くとさすがに気になってきます。その日、いつものようにライトがついたので、僕は確認しに行くことにしました。恐る恐る店内から覗くと、猫が走り去っていったんです。子猫と大人の猫のちょうど間くらいの大きさの黒猫。少し離れたところで止まると、猫はじーっとこちらを見ていました。それから2週間ほど経った頃、同じ店舗の勝手口を開けて中に入りました。深夜の店内は真っ暗ですが、非常灯の明かりがあるので、ぼんやりと物の形は見えます。その明かりの中、バックヤードの通路の先に、あの黒猫がいたんです。店内なので、猫が入る方法なんてないはずなんです。僕が固まっていると、黒猫はこちらに気づいて逃げ出しました。そして通路の途中で壁にスッと入っていったんです。急いで確認しましたが、そこはどう見ても普通の壁。穴なんてどこにも開いていません。いや、どういうこと？猫は壁を抜けて店内へ抜けていったはず。売り場を見に行くと、正面玄関の外でセンサーライトがつきました。今度は外にあの黒猫がいたんです。あの猫、生きてないんだ。それ以来、僕は作業中、ノイズキャンセリング付きのイヤホンで音楽を聴くようになりました。とにかく余計な音を聞かないよう耳を塞いで働くことにしたんです。それでもあのセンサーライトの光だけは視界に入ってきました。結局、ライトは半年ほどつき続けて、
ある時からぱったりとつかなくなりました。今はもう僕は別の仕事をしています。そしてあの系列のスーパーは運営していた会社が事業から撤退したので、もうこの世にありません。雨の職員室。F さん、20代女性。これは私が高校生の時に女性の先生から聞いた話です。私の通っていた高校は四国にある公立の高校でした。100年以上の歴史を持つとても古い学校で、戦時中には生徒たちが飛行機の部品を作らされていたという話もあるくらいです。歴史がある分、校舎も古く、あちこちにガタが来ていました。そんな学校に、この先生が新任としてやってきた頃、怖い体験をしたと言っていました。ある雨の日、先生は夜の8時を回っても職員室で残業をしていました。雨音が響き、少し薄暗い職員室の中、視界の端で何かが動いていることに気づいたそうです。先生の席は職員室の廊下側にありました。学校にもよると思うんですが、うちの高校は職員室の廊下側の壁に小さな窓がいくつかついていました。足元にあって換気するときに使う曇りガラスの窓です。その曇りガラスの向こう側で何かの影がずっと動いていました。なんだろう。気になって目を凝らすと、それがなんだか分かってしまいました。誰かの足でした。壁の向こう側でこちらに向かって足踏みをしています。まるで行進をしてるみたいに。うわぁ、気持ち悪いもの見ちゃった。怖いな。逃げ出すこともできず、30分経っても視界の端で行進し続けています。その足はなかなか消えなかったそうです。もういっそのこと見ちゃった方が早いか。先生はついに限界を迎え、正体を確かめることにしました。足の近くのドアから確認するのはさすがに怖いので、反対側のドアへ行き、そーっと廊下を覗きました。そこには膝から上がぷつりと消えた足が職員室に向かって行進していたんです。その足には戦時中の日本軍が巻いていたような布も見えました。そして軍隊で使うようなひどく重そうな靴を履いていたそうです。うわっ、先生が声を上げると、その足はふっと消えてしまいました。
もう無理。帰ろう。でも帰宅するにも、あの足があった場所を通って、玄関へ向かわなければなりません。恐る恐る、その場所を通り過ぎようとしたとき、足元を見ると、そこだけ、水で濡れていたそうです。はい、どうも皆さん、こんばんは、ごま団子です。翔太です。兄弟でチャンネルやっておりまして、はい。さあ、まず最初の話は団地の獣臭という話でした。はい。まあ、この話はね、本当になんかリアルだなと思いましたね、いろいろね。この話してくれた人の描写とかがね、事細かに話してくれたんだよね。まあ、特にだから、まあ、この話で言うと、女の人がその部屋の中にいて、妻かなと思ったけど、全然知らんかったっていうところがやっぱ一番怖かったなと思いましたね。裏話がですね、山を切り崩して建てた団地なんで、まあ当時特にね、自然豊かで、エピソードとしてね、団地の駐車場があるじゃん。はいはい。そこで夜に目の前にこの軽自動車ぐらいのイノシシが来たことがあるんだって。もののけ姫にいましたよね、なんかそういうのね。あったあった。怖すぎるよね。で、こっちがびっくりしてたら、山に戻っていったと。っていう話もあって、だからお祓いしてくれた神主さんいるじゃん。この山を切り崩したけど、そこもともと動物の通り道だったっていう話がさ、やっぱ嘘じゃないんだなっていうか、本当っぽいなっていうのを感じさせてくれるエピソードだよね。確かになA さんが話してくれた話の中でちょっと印象的だったのが、愛さんの旦那さんいるじゃん。で、奥さんにね、まあ部屋のおかしな現象を伝えられたとき、気のせいだよって言ってたけどさ、このね、話してくれた A さんが言うには、まあ実は旦那さんも何かしら異変は感じてたんじゃないかなって言ってたんですよね。っていうのも、まあそうじゃないと、寝てちょっと起きてさ、この女の人をリビングで見て、まあ一回見ただけで家飛び出して引っ越しまでするかなみたいな。まあね、寝ぼけてたとか思うんじゃないかなみたいな。そこまでするってことは、まあ今までも何かしら感じてたから、その最後のもうダメだっていうきっかけとしてそれがあったんじゃないかっていう話をしてました。なるほどね。だからその時だけじゃなかったってことだよな。そう。旦那さんもそういう日々の怪奇現象を知ってたけど、見て見ぬふりをしていたっていうことなのかね。ね。まあでも、動物の匂いはしてただろうな。旦那さんも絶対これは嗅いでるよね。そうね。ここに出てくる大人の中で旦那さんだけだもんね。動物の匂いについて何も言ってないの。他の人みんな嗅いで感じてるからさ。そうだよね。まあ絶対嗅いでるはずだよね。嗅いでるよ。と思うよ。さあ、次の話が不動産屋の夫でした。はい。あれだよな。その心霊写真的なものをファイリングしてんのも怖いなって。はい。あれ何なんだろうね。誰かがそれを見てさ、映ってるよ俺は、つって楽しむためのものなのか、何なのか。昔だからそういう不動産掲載サイトで載ってた写真が心霊写真になってて、で、なんか話題になったりすることとかってありましたけど、それがいっぱい載ってるファイルってことだよね。そういうの。そういうことだよね。いやー、ちょっと見てみたいな、それ。いやー、見てみたい。旦那さん間違ってクリックして電源引っこ抜いたっていうのはやべっつって。まあ確かにその旦那さんが言ってることもわかるよね。わかる。仕事でね、関わってるからね。もう案内できなくなっちゃう怖くてっていうことだよね。
多分、もうちょっと詳しい掘ってったら理由があるんだろうね。きっとちゃんと取っておいて。まあ、何かしらあるんだろうね。あるんだろうねそんな楽しむためとかではないと思うけどさ。さあ、次の話は深夜の配送業でした。はい。裏話がですね、うん。仕事中ね、怖いからイヤホンして音楽聴いてるっていう話があったと思うんですけど、ああ、ありましたね。聴いてる音楽のジャンルは、クラブミュージック。うん。ズンチャズンチャしてるやつ。うん。で、なんでこれにしてるかっていうと、音の感覚がこうめっちゃ少ないやつ。それがいいと。例えばね、しんみりした曲とかがランダムで流れてきちゃうと、曲のこの隙間にさ、無音というか、あんまり音が聞こえない瞬間があるから、その数秒が怖いと。なるほどね。何かその数秒で聞こえちゃったら嫌だから、ずっとズンチャズンチャ、途切れなくなってるような音楽がいいそうです。その女性のフフっていう笑い声とかがまた聞こえてきたりとかが嫌だからノリノリな曲を流してるってことか。そう。すごい力技の何としても聞きたくないという。そういう声ってさ、脳内とかに来るんじゃないのかな。うわぁ、そうなっちゃうともう逃げ場ないじゃん。だ怖いことが起きてても、その音楽はそれノリノリだからみたいな。まあ耳から聞こえてきてんだったら防げてるよね。そして、次の話、雨の職員室でした。はい。まあちょっと戦争関係の話なのかなっていう。そうだね、おそらくね。感じですよね。もうすぐ終戦だしね。終戦記念日だし。裏話がですね。はい。実はこの高校、夜間もあって、先生が一人で作業していた時間、学校にはその夜間の授業を受けてる生徒がまだいたそうです。で、正体を確かめに行ってるじゃん。影の正体をね、この先生は。これって、まあ、度胸試し的なことでもなく、その影がね、他の先生だったり、生徒だったりしたら、なんつうのかな、こう、見に行って話せるかな、みたいな。対処できるかなっていう判断だったと。それで、こう、ガラって見てみたら、ぷっつり途切れた足が更新しててからパニックになってしまったって。いう話だそうですよ。なるほどね。まあだから職員室、その時間はね、この先生は授業されてないでしょうから、しない人でただ残業してたっていうだけでね。まあ他の教室には先生とか生徒も、まあいたっていう、話ですね。そこで足踏みしてんのもよくわかんないしね。だって。そう。これ階段聞いてる時にね、話してくれた人と俺らの中で話になったのがさ、職員室に入りたかったのかねみたいな。っていうのも、足の向きがこの職員室に向いてたっていう話でさ。入りたいけど引っかかっちゃって入れなかったのかなみたいな話もありましたけど。足がこうガッガッってなっちゃって入れなかったのかな。ね、引っかかんなみたいな。でも、まっすぐしか進めないからっていう。横を本来移動すればいいけど、でもその隊列を崩せないみたいな。まあ、あと足しかないから見えてないみたいなね。見えてないっていうので、不思議な話だよね。ねえ。はい、ということで本日の心霊は以上となります。はい。メンバーシップやっております。はい。メンバーシップ入っていただくと、本編には入りきらなかった2人のトークのメンバーシップ用の動画がアップされております。いろんな話してるので、よかったら聞いてみてください。はい。そして視聴者様に怪談を聞く会も、やっております。8月は鹿児島、9月は東京ですね。はい。詳細は動画の概要欄に記載しておりますので、ぜひ、応募してみてください。はい。ということで、じゃあまた次の心霊でお会いいたしましょう。ごま団子と翔太でした。おやすみなさい。